こんにちは。今回はグラフというもともと家具屋さんが雑貨屋さんで、を営んでらっしゃるところでの2階でポップアップさせていただいております。なんかコンセプトとしては自分の家の延長みたいな感じで、工事に家具を置いてたり、うちにはないインテリアですけど、なんかスツールいっぱい置いたりとかして、僕の私生活を切り取ったような雰囲気で展示してます。はい、皆様、先日開催されたポップアップ大阪ご来場いただきまして誠にありがとうございました。足元悪い中、3日間ほぼほぼなんか雨降ったりやんだりみたいな感じだったんで、すごくちょっと天候的には残念だったんですけど、そんな中でも足を運んでいただいた皆様、本当にありがとうございました。イベントに協力してくださったゲストの方々もですし、手伝ってくれたみんなありがとうございます。ちょっと僕3日目の途中で体調不良になってしまいまして、初めて僕自分のイベントで完走できないというなんとも不甲斐ない結果になってしまいまして、大変申し訳ございませんでした。僕の話を直接聞いてお買い物したいという方も多分いらっしゃったと思うので、その中でちょっと顔を合わせてお話できなかったことをすごく僕も残念に思いますし、後悔してるんで、ちょっと今後こんなことがないようにちょっと気をつけていきたいと思います。はい、ということで気を取り直してですね、今月の、22日今週末ですね、今撮ってるのが水曜日なので、今週末に販売予定のアイテムをちょっと今回多いんですが一個一個紹介していきたいと思います。はい、ポップアップでは先行販売しておりまして、ちょっと動画にも映ってたと思うんですけど、今月はデニムとチノ両方とも弊社の定番でなかなかお声いただいているアイテムの両方ともそういうアイテムを揃えておりますので、ちょっと丁寧に紹介していけたらなと思います。はい、今回はですね、デニムも今まで定番でパンツだけずっと出してたんですけど、ジャケットとかも出してたことあるんですけど、今回は SS ということもあって、ちょっと今日が特別、なんか東京でもなんか雪降ってたりとか、大阪もすごい寒いんですけど、春夏ということで若干薄手の、生地を使って、シャツと、今回シャツは新型です。シャツとストレートのデニムと、でついにバギーフィットのデニムを出しました。はい、こちらですね。はいの、まず3型をご紹介していきたいと思います。まず、シャツからいこうかな。デニムシャツですね。これも2色。今回ですね、まずちょっと注意としてセルビッチでご用意してないんですよ。なんでかっていうと、これだけ肩がある中でちょっとセルビッチを使うと、なんかシャツに関してもなんてだろうな、こっちだけセルビッチ使って、このストレートだけセルビッチ使って他使わないってなると色ブレが結構発生してしまうんですよね。なんか一個一個ちょっと色違うみたいなことになっちゃうのと、クオリティ担保のためにちょっと3型全部合わせてダブル幅でご用意させていただいてます。でこの辺に関してはちょっと注釈ということで先にお話ししておきますね。はい、で、シャツですね。こちらの、2色、ちょっとブラックが分かりづらいと思うのでインディゴを使って説明していきたいと思います。まずこんな感じ。今これ持ってるのサイズ3なんですけど、サイズ感としてはややワイドフィット目ぐらいで、袖がそんなにめっちゃ太くないので意外とちゃんとシャツ使いできるし、なおかつインナーとしてもサイズ変えることでオーバーシャツとしても使えるので、なんか普段デニムシャツあんま着ないなみたいな方でもなんか本当にアウター感覚で使える、ジャケット感覚で使えるデニムシャツに今回なってます。で
サイズ感着た方が分かりやすいかな。僕もちょっとサイズ一応僕もちょっと悩んでサイズ選びに自分で作っといてなんなんですけど、1だとなんかぴったりめなんで僕ちょっと体分厚いっていうのもあって、なんか今は2ぐらいで着たい気分だなみたいなのがあってちょっと2着てるんですけど、これはちょっと着て説明していきます。まあややルーズフィット目ぐらいかな。なんかこうリラックス感を持ってサイズ1個上げて着るのがちょっと個人的にはおすすめだけど、まあちょっとこれだとなんか大きく感じる方もいらっしゃると思うんで、そういう方はまあサイズ1のまま着ていただくのもありかな。僕も中今ちょっとニット T シャツ2枚重ねて着てたりとかして、なんか結構レイヤリングしてるんで、その分考えると、まあ、サイズ1でも全然着れないことはないんですけど、まあ、こうコンパクトに着たい方はサイズ1で、僕はちょっとこのシャツだとオーバーめに着たいのでサイズ2で着てますというのが今の感じですね。でディテールとしてはこちら買いボタン、オリジナルの刻印が入ってます。買いボタンにシンプルので、結構こうミニマルなこう襟というか、ここはちょっと大きいとジャケット感増すんですけど、シャツ感もちゃんと残しながらっていう感じでご用意してます。でこちらにここにコンシールファスナーがついてて隠しポケットになってます。これ片方だけ、まあ、あくまでシャツなのでなんかシャツジャケットっていう感じではなくてシャツとしてのこう用途をメインに考えてます。ただここにはぎがあって、その分ここに当たりがウォッシュの関係でここに当たりがついてちょっとこうデザインっぽくなってます。こっちにはないんで、これもなんか一つ僕のおすすめポイントなんですけどっていうのがこちらのシャツです。はい、今回は、12オンスの、国産のデニムを使っていて、でなおかつ全型に共通してるんですけど、最後に柔軟加工を施しております。なんかこうシリコンみたいなのをこう合成生地にこうなんだろうくっつけていくような加工になってて、まあ、普通のなんか柔軟って聞くと柔軟剤を思い浮かべると思うんですけど、まあ、ほんまにその感じでめちゃくちゃ柔らかく仕上がってます。ソフトな仕上がりで、それがこう結構ラグジュアリー感を結構高めてくれてるので、これ非常におすすめです。はい、柔らかくてなんかこれが硬いとまたちょっと話変わってくるんですけど、柔らかいのでなんかこう非常に着やすい、なんか着ていてもこうリラックス感があって、なんかこうラグジュアリーな気分にデニムシャツだけどラグジュアリーな気分になれるので、まあ、これとそれこそ先月販売したツイストパンツとか合わせていただいてもいいですし、よりきれいめになりますし、まあ、今回このリリースしたデニムたちとこうセットアップできても全然やらしくないようなデニムシャツになっております。はい、これ引き続きちょっといろいろ着たり脱いだり映像を差し込んだりしながらご紹介できればと思いますので、僕でサイズ、今は気分的に2を着てるんですけど、体格でいうと、165センチなんでサイズ1でも全然着れます。はい、細身の方は全然1でいいかなという感じでございます。はい、こちらと、ブラックはどっちかというと FW24 で販売した隅にこう色近いようなウォッシュの感じでご用意してます。まあちょっとこうなんやろやや色抜けぐらいグレーでもないんですけど、まあ限りなく黒に近くて、なおかつこう縫い糸も全部黒でご用意してるので、その分こうかなりミニマルな仕上がりです。コンシールファスナーもこちらにご用意してます。ブラックの場合は黒でご用意してますね。で、白ボタンっていうのがちょっとこうアクセントに、白の買いボタンがアクセントになってて可愛いです。お値段がですね44,000円プラスで48,400円でございます。はい、結構柔軟加工だったりとか割とあまり他にないシャツの感じがあるかなと思うので、ぜひこちらも手に取っていただけたらと思います。はい、ということでじゃあ定番のストレートからお話ししていきましょうかね。これはまああんまり話すことがないかなっていう感じなんですけど、こっちは黒を
黒とこちらもヴィンテージインディゴの2色です。はい、こっちの色結構今探してる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。でこちらも12オンスでボーイフレンド ST ジーンストレートジーンっていう名前をつけてリリースする予定でございます。普段の形と全く変わらないんですけど前はヘンプ入ってるんでよりこうなんかさらにこうネップ感があってって感じなんですけど、これは普通のデニム生地でコットン100のデニム生地でストレートで、最後にこれも柔軟加工を施しているので今映像を差し込んでるんですけど結構また落ち感が綺麗に出てよりストレートに見えるかなって感じです。僕このブラックでサイズ28インチかな28を履いてるんですけどもともとなんかこうお声的にはなんか細いデニム作ってほしいですって言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、なんか細いデニムというよりかはまずこのストレートでワンサイズアップしていただけたらウエストもなんかその今履いてらっしゃるサイズとかでウエスト問題なかったらワンサイズ下げたらなんかかなりこうタイトめというか細めでジャストサイズで履けるんで意外とそれがその履き方がおすすめだったりします。なんか結構履き方のとかサイズ選びの工夫で形変わってそれで綺麗に履けるのもなかなかないかなと思うので初めての方はもちろんなんかこう適正のサイズ選んでいただいてお選びいただけたらなと思うんですけど、なんか今まで買ってきてちょっとどうしようかなとか欲しいけど同じサイズで同じ色はいらんなとかなったらワンサイズ上げていただいたりとかなんかこうそういう面でもこうご検討いただけたらなと思います。はい、ボーイフレンドストレートジーン ST ジーンは、3万8000円のプラスで4万、1800円です。これはもう価格ずっと据え置きでいこうかなと思ってます。はい。で、バギーですね。僕も今実はバギー履いてます。これも後でちょっと映像を差し込んでお見せするんですけどアクネとか結構出してるのもあってなんか僕どうしようかなってずっと迷ってたんですけど僕もそのデニム結構お声いただいてる中で、ちょっとこう幅あった方がいいんじゃないかなっていうところでバギーを今回作ってみました。ただその全く同じ形でこれをただ裾幅広げてっていうのはちょっと違うなと思ったので、ちょっとこうなんだろうバギーながらも綺麗めに履けるみたいなのをちょっと意識して今回ちょっと作ったんですけどのがこちらのBF バギージーンでございます。はい。これも色は全く他の3方と一緒でご用意しておりましてでサイズ展開が1から3シャツもそうなんですけど1から3でストレートジーンだけ28から36っていう結構幅広いサイズ展開をしてるんですけどその分こういろんな方にお選びいただけるでこっちのサイズに関してはちょっとやや緩めに作ってます。僕はこれサイズ1履いてるんですけど緩めのサイズ設定になってます。バギーなのでいつも選んでる SML で、123選んでいただけたらなっていう感じなんですけど僕はだいたい1履いてます。で黒はさっきもご紹介したような形でこういうちょっと墨っぽい色の黒を使ってます。でここのディテールですね。まずバギーデニムなんで、ちょっとこう見え方カジュアルにやっぱなりがちなのでちょっとここにこうポケットにかぶるぐらいの深めのこう深いタックを1本入れてます。そうすることによってこう形もちょっとややスラックスっぽくじゃないですけどなんかこういうバルーンっぽいシルエットになるように仕上げてます。はい。でバギーはちょっと差別化図るためにこちらジッパーフライにしてます。なんでちょっとなんやろニュアンス的にはスラックス寄りって感じかな。バギースラックス寄りっていうような感じでご用意はしてるような感じですね。他のディテールに関してはほぼほぼ変わらないんですけどポケットも付け方ちょっと変えててこういう風に形に沿って斜めにつくようにしてます。なんでちゃんと履いた時にこうまっすぐなるようなシルエットにシルエットに沿ってまっすぐなるような形に
してます。ちょっとまあなんかこう工夫を凝らして、まあ、バギーなりにもまあこうなんやろ、ただただでかいパンツ履いてるというよりかはちゃんとウエストサイズはしっかり腰で止まるというか、ベルトして止まるし、まああんまりベルトなくても止まるんですけど、ちゃんとベルトした方がかっこよく履けるかなって感じなんですけど、まあ止まるし、なおかつまあこう裾もまあ踏みすぎない、まあめちゃくちゃ薄いスニーカー履いてたらあれなんですけど、それこそ弊社から出てるダービーとかで履いていただくと、あんまこうなんやろ、裾踏むことも意外となかったりするんで、まあこういろんな履き方ができるバギーデニムになってます。意外と綺麗めかなっていう感じなので、これもちょっと今着が多分流れてると思うんですけど、こう先入観あまり持たずに選んでいただけるバギーデニムかなと思います。なんかこうちょっと子供っぽくなっちゃうかなっていうところを、まあこうよりこう大人っぽく仕上げてるので、ぜひこちらも手に取っていただけたらと思います。こちらは4万円プラスで4万4000円でございます。なんかこうどれかと組み合わせとかも非常にいいかなと思いますし、まあ、デニムも上はインディゴで下は黒とか、下黒で上インディゴとかも結構なんかできる組み合わせなんで、ちょっとそういうスタイリングをちょっとSNS も載せたり、いろんなこうリポストしたりとかしてるんで、それもちょっと見ていただけたらと思います。僕のインスタ一応概要欄に載ってて、よかったら見てください。はいはい、ということでデニムシリーズの紹介はこちらで終わりです。あ、そうや、一応この革パッチだけ紹介しよう。こちらの革パッチ今回水牛使ってます。なんかこういう綺麗なヴィンテージインディゴにこの綺麗なキャメルの色は僕は結構好みで好きです。はい、今回のこのインディゴの色めっちゃいいですよね。僕めっちゃ好きで、今年ちょっと春先こういうの履きたい気分じゃないですか。僕は結構いいなと思ってるんですけど、どうでしょうか。はい、ということでぜひ手に取っていただけると幸いです。次行こうかな。はい、チノジップブルゾン、僕もちょっと着ながら喋ります。僕この SS では一番こう好きなアイテム、なんかもう僕もクローゼットの中にいっぱい同じのあるやんっていうのはあるんですけど、これが意外とそういうまあ差がじゃないですけど、ちょっとそういう心で作りました。はい、意外とね形いいのってこういうの探すとないんですよ。なんか丈だけやたら長いとか、リッキーズのアイゼンハワーもちょっとなんか丈長いんですよ、僕からしたら。でそういうのがあって、ちょっと今回こういうシングルジップのブルゾンを作ったんですけど、それがこのチノジップブルゾンですね。前回チノパン作って、でそれが結構ありがたいことに好評で、今回もチノパンちょっと作りたいなと思って作ったんですけど、その上どうしようかなと思った時に、こういうシンプルなジャケット、なんかこうなんやろ、シングルジップのジャケットが結構僕今気分だなと思ってちょっと作ったんですけど、やっぱこう普遍的でなおかつやっぱもうずっと着れるっていう意味ではなんやろな、こういうのが一番いいなと思っていて、でこう着ていくとより風合いも出てきますし、チノの素材コットンなんで、例えばちょっとこう色落ちしてくるとか当たりがついてくるみたいなのもなんかこう魅力のすごい一つで、デニムと並んでこういう素材ってなんかやっぱ好きだなと思ってちょっと作ってるんですけど、その中でも、今回ブルゾンを販売いたします。でダブルジップにしてもいいんですけど、なんかそれはちょっとなんか僕個人的には凝りすぎな気がしていて、なんか全部乗せの感じもいいんですけど、僕は今回この裾元をこうギャザーにしてるんですよ。なんでこうなんやろ、僕結構こう着るアウターとか作ってきたアウター結構 A ラインでこうバサッとなるようなシルエットが多かったんですけど、あれだと結構なんかレイヤードした時にこう後ろでこうぐちゃぐちゃってなっちゃったりとかして形があんまり綺麗に出なかったりとかする時もあるので、今回はこのギャザーをちゃんと採用して施して、でこうジップアップした時にちゃんとここでそんなこう止まるほどキツキツのギャザーじゃないんですけど、
まとまりよくなって、例えば上からこの上からコート着たりとかも冬場できるようになったりとか、そういうこうなんやろ汎用性みたいなのを重視して、意外とこういうシンプルなジャケットただやればいいっていう感じではなんかなくて、なんかこうそういうちょっとまあシンプルながらちょっと細かいとこに効いてるなみたいなのがちょっといいなと思って作りました。はい。でこれも柔軟加工を最後にかけているので、血のらしからぬこうなんやろ柔軟加工かけたらね、結構なんかこう肌触りがこうちょっと肝っぽいなんかこうふわっとした感じに仕上がるんですよね。これがすごい僕魅力の一つだなと思ってて、それでもあって柔軟加工に今ハマってます。なんかラグジュアリーなやっぱ触り心地になって、すごくこう着心地も良くなるので、なんかやっぱ硬いのがもともと硬い素材がすごい好きだったんですけど、こうやって柔らかくて表情の出やすいすごくいい肌触りになって柔らかくなるので、それがこうすごく良くて最後に柔軟加工をかけてます。はい。で、先ほども申し上げたようにこちらシングルジップの、ブルゾンになってて、ここに刻印が入ってます。エクセラのジップですね。非常にYKK の中でも一番いいジップを使ってます。でまあこの襟のところはこっちはアウターなんで広めに作ってますね。はい。で両方袖もギャザーです。はい、こんな感じで、サイズ感としては結構ジャストフィット目です。はい、T シャツの上に着ていただいたりとかするのが僕個人的にはおすすめの着方で、寒くなってきたらその上になんか着るとか、さらにオーバーのやつを着るっていうような認識でいいかなと思います。僕でちょっと僕もごつめなんで、かなり同じサイズというか、僕が、サイズ2でなんかいろいろ着込んでサイズ2なんですけど、いろいろなんかレイヤードしたいなと思う方はサイズ2で、 T シャツとかと一緒に着るっていう方はサイズ1でいいかな。でその上にさらに着るって方はサイズ1、ジャストめのサイズを選んでいただくのが結構おすすめです。ちょっとなんかこう開けてなんやろ襟立てたりするのもなんか意外とかっこよかったりする。はい。なんかちょっとドライブの時のライアン・ゴズリングみたいな感じ、かっこいいですね。はい。ですですはい。で最後後ろにこのレザーパッチ、ヌメ側のレザーパッチがついてます。これ一つのアクセントとしてつけてるんですけど、これも経年変化してくるんで、ちょっとこうなんやろ色味がこうどんどんこうもうちょっとこう暗い色になってくるかな。ちょっとリファレンスにというか、この時と同じヌメ革使ってるんで、この色みたいになってきます。だんだんそういう変化も楽しんでいただけるので、なんかただのコットンジャケットと思わずに、なんやろほんとシャツタイこれとかもなんかいいかも。僕個人的にそのスタイリングしたいなと思うんですけど、今度はスタイリング動画撮ります。はい、なんかそういうスタイリングもすごいありかなと。なんかシャツタイでバギーデニムとか結構僕個人的にはいいんじゃないかなとか思ったり、なんで結構きれいめにも着れるという、なんかカジュアルすぎないコットンジャケットとして、これ単体でもお選びいただけるかなと思います。ちょっと色展開が多いんですが、僕は個人的に気に入ってネイビーばっか着てるんですけど、ネイビーとこちらね、ネイビーなんか何とも言えないいいネイビーです。でヌメ、はい、ネイビーとブラック。前回は、オブシディアンとウルトラマリンという結構絶妙な色やったんで、今回ははっきりネイビーと黒とでベージュでご用意します。はい、僕個人的にはネイビー推しです。なんかポップアップでも意外とご好評で、なんかサイズ3ちょっとだけしか持っていってなかったんですけど、なくなっちゃったのはネイビーでした。はい、僕も着てたとかもあったんですけど、意外とこう当たりが出てきたりとかで、なんか一番楽しみなのここちょっと擦り切れてきたりとかしたらめっちゃ楽しみ。なんかこうボロボロになっていく過程を楽しんで毎日着たいなっていうような、ジャケット。このちょっと春ね冬ぐらいの寒さに今なってるんで、インナーに仕込んだりとかちょっといろんな
使い方ができるかなと思うのでめっちゃおすすめです。はい、最後知能です。知能は前回とあまりほとんど変わってないんですけど、レングスだけ修正しました。若干個人的には長すぎたかなと思って、こうお直し前提で考えてたんですけど、やっぱもうジャストフィットで履ける方が絶対いいんでジャストで作ってます。こちらも柔軟加工をかけていて、前回のよりもさらにこうちょっとなんやろスラックス寄りの質感に仕上がっております。前回と同じようにここに S と C を施してます。でこれでちょっとSC の雰囲気を出しております。で、今回こうジャストフィットになったことでさらにこうフィット感が向上していて、シルエットもかなり綺麗です。今映像で出してると思うんですけど、ちょうどスニーカーに、ワンクッション乗るぐらいで、裾踏むか踏まないかぐらいのジャスト丈でご用意しても、これは僕サイズ1履いてるんですけど、めちゃくちゃ今回の知能おすすめです。前回の出したベージュよりもさらにちょっと濃い色にはなっちゃうんですけど、このベージュもすごい綺麗な色でおすすめなんですけど、はい、こちらも3色ご用意してます。ベージュと、ネイビーと黒です。はい、めっちゃいいですよね。このやっぱなんやろ、こういうシンプルなアイテムこそこういう形のいいものを僕は選びたいなと思っていて、こうどんどん磨きをかけていけるようにはしてるんですけど、チノに関してはこの形が一番もうベストかなっていうところが来たので、なんかこうお声あればずっと定番としてなんか展開していきたいなっていうアイテムではあります。はい、仕様に関してはほぼほぼ変わりがないので、レングスだけ変わってますが、前回ちょっと買って長かったみたいな方はもうそのまま同じサイズ買っていただけたら全く問題ないです。で、前回ちょっとベージュ買い逃したっていう方とかもう早々になくなっちゃって買えなかったみたいな、なんかちょっと見たところによるとなんかメルカリでちょっと6万ぐらいとかになってたのを僕軽く見てしまったことがあって、あんまり普段見ないようにしてるんですけど、なんかそういう方は絶対こっちを行っていただいた方が非常にいいかなと思います。で、前回ちょっと生地をアップデートしておりますので、こちらこっちお値段やってないです。5万5,000円のプラス税6万500円と、3万5,000円のプラスで3万8,500円です。これも価格据え置きで行きたいな。前回ちょっともうちょっとだけ安かったんですけど、生地の関係もあって若干値上がりしますが、これで据え置きでいこうかなと思ってます。はい、が、3月のアイテムになります。いかがでしたでしょうか。なかなかこうやって接客させていただく以外でこうお話しする機会がないので、なるべく詳しくはお話ししてるんですけど、何かわからないことあれば引き続き DM 等で聞いていただけたらなと思います。来週ぐらいにまた別の動画を上げれたらいいかなと思ってて、なんかちょっと過去作品とのなんかこうスタイリング動画とか自分の私物となんかシンプルを合わせる時どう合わせるかなみたいなのもちょっとなんか考えて3、4コーデ5コーデちょっとやりすぎかな、4コーデぐらいできたらいいかなと思ってるので、それにこういうのもちょっと混ぜていきながらできたらなと思います。はい、今回のリリースも僕のなんかシンプルで結構分かりにくいとこなんですけど、こだわりをいっぱい詰め込んだアイテムたちがどんどん出てきますので、ぜひなんか分からないことあればで聞きたいことあれば徹底的にいろいろ聞いていただいて大丈夫なので、また質問コーナーとかもやります。インスタでもそうですしライブもやるので、また3月22日11時からこちら販売予定でございます。でオンラインにはもう出してちょっとずつお声掛けいただく方もいらっしゃるんですけど、ラグダービーの方も今販売しております。こちらもぜひご検討いただけたらと思います。今回これで売り切れちゃうとまた FW までないんかな。スムースレザーの方はまたなくなっちゃうんで、今ちょっとかなり数少なくなってますので早めにご検討いただけたらと思います。はい、ということで
3月22日リリースよろしくお願いいたします。またちょっとしたらお知らせがありますので、そちらもよろしくお願いします。ということで皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。